こんばんは、皆さん。はい、こんばんうまくいって、は。こんばんは、皆さん。お母さん、元気ですか？はい、元気です。マットさんは大丈夫ですか？大丈夫ですよ。今日は大丈夫です。もうビール飲んでまバッチす。ですね。はい、こっちです。後でビールの紹介です。で、今日はゲストは新登場。新登場。はい。沢原さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくおあ、願いしお願いしまます。す。沢原さんは今、どちらの方ですか？東京、大阪、新今、東潟、京です。はい。東京ですか？東京の、はい、住んでおりわかりました。ます。はい。で、また、自己紹介じゃなく、質問を聞きます。あ、はい。いいですか？はい、大丈夫で先々週は見ましたか？す。先々週のライブは見ましたか？あ、見ました、見ましじゃあ、この質問は大体わかた。なんとりますね。なくですけど、なんとなく。でも、新しい質問がありますよ。あ、本当ですか。はい。はい。最初は、お名前は？あ、澤田聡と申します。よはい。ろしくお願いしよろしくお願います。します。で、どんな仕事をしてますか？普段は、いわゆる、アニメですね。アニメの CG を作る人ですね。はい。それ、モデリングですか？アニメーション。モデリング、僕はキャラクターモデリングがメインなんですけれど、いわゆるそのアニメーション制作会社に、所属しているので、いわゆる全体的には映像を作る仕事ですね。いいですね。いいですね。もう、はい、その仕事はもうどのぐらいですかね？何年間ですか？今、多分、9年ぐらいですかね。9年ぐらいです。はい。多分9年ぐらいですね。はい。多分9年ぐらいです。多分9年か10年ぐらいです。はい。それで、ずっとモドを使ってるんですか？それとも別のソフトウェアを使ってるんですか？今は、モデリングにはモドを使っていて、アニメーションにはライトウェーブ使ってますね。アニメーション、ライトウェーブ。ライトウェーブです。多分かなり希少種ですね。ライトウェはい。ーブの話、ライトウェーブ、お母さんがよくしてますね。ライトウェーブのこと。ええ、そうですね。知って大変おますね。世話になってます。はい。一応僕はもう使ったことありますよ。ずっと昔なんだけど、97年で使ったんですよね。ライトウェーブ。そうですよね。でも今、ちょっと別の話なんだけど、ライトウェーブは今どうなってるんですか？ライトウェーブ。あれ、はい。ダメになってるんですかね？ライトウェーブ、どうなんか、なんですかね。一応2020までは出てますね。うはい、そうでん、すね。は2020までは出てますね。うい。はい。ん。まあ、ライトウェーブが使ってる人はぜひモードをちょっと使ってみてほしいんですね。そうですね。開そうですね。発者がでも、一緒なんで。はい。そうですね。そうですね。はい。本当そう思います。ですよね。はい。そうですね。で、これ大事な質問ですね。オーストラリアへ来たことありますか？あ、オーストラリアですね。はい。行きたいですけれども、行きたいですか？まだ、まちなみに、行だ行ったことがないです。はい。ったことないんですかね。そっか、じゃあちょっと、ちょっとどうしようかな。ビールが、ちょっとビールが必いい。要かな。ちょっとね。まあ、ぜひ来てください。はい。そうですね。ぜひ行ってみたいです。なんかはい。僕の弟は一回行ったことあるんですよ。大丈夫です。じゃあ、家族が、それいや、大丈夫ですね。なんか僕 OK。の弟は、なんだっけ、留学か何かで一お、度うん。行ってましたね。いいですね。いいですね。はい。いいですはい。ね。なんで、じゃあ、次の質問。はい。タブレットかマウス、どっちが使ってるんですか？どっちも使ってます。うえっん。どっちで、と、モデリングの時に、僕は、このタブレットが一つの問題があって、はい。細かいところでちょっとしにくいあ、時もあそうですね。るんですね。はい。それで、どうなるんですか？ずっと、モデリング中はずっとタブレット使ってますか？それとも、モデリング中とか、まあ、いわゆるペインティングとかするときは、タブレットを使ってるんですけれど、うん。えっと、いわゆる普通の操作とか、セットアップするときとか
なんかそういう時は結構マウスが多いですね。とか、そうですね。結構その、アニメーションとかする時もマウスですね。はい。へえ。あ、本当になんかじゃあ分かれてるんですね。なんかその操分かれ作によって。てますね。なんか面こう、白いですね。ポチポチするっていうか、こう、ドラッグしたりとか、そういう操作が多い時はマウス。で、ああ。結構こう、感覚的な時はタブレットですね。はい。面白い。面白いですね。まあ僕はずっとタブレットタブレット一本ですよね。マウスもうほっこりだらけ。本当にほっこり。見えるかなほっこりほら。あ、本当に誇りですね。ほっこりだらけ。全然使ってないです。思った以上に誇りだらけでしたね。そう僕もちょっとあれやばいな。ちょっと掃除しないといけないな。このじゃあ次の質問。はい Mac か Windows どっちだ Windows です。Windows。それ会社、まあ、会社内はほぼWindows ですかそれとも Mac ですか会社内 Windows です。Windows ですか会社内も全部 Windows ですね。それ日本の制作会社アニメ制作会社とか動画の制作会社、はい。ほぼ作業中は Windows で使ってるんですかねそれともそうですね。もろはどっちでもいいんですよね。Mac か Windows ですね。はい。うんほぼほぼ Windows じゃないかなと思います。たまにいますけど、ほとんど見たことないですね。はい。それは大川さんはモロジャパングループの日本の、日本側の、セールズですよね。モロジャパングループ。それでなんかそういうのあるんですかそういう Mac か Windows のグラフ。正確な値ではないかもしれないんですけど、大体で言うと、4分の3が Windows、4分の1が Mac。Mac ですかそうですね。前は Windows と Mac って、結構前の初期のバージョンの時には Windows と Mac の割合って半々ぐらいだったんですけど、今は Windows が多くなりましたね。そうですね。じゃあそれ Windows ですから、これ先々週の質問はなかったんだけど、グラフィックスカードのちょっといろんな人がいろんなCG をする人がグラフィックスカードは大事じゃないですか。そうですね。どんなグラフィックスカードを使ってますか例えば AMD かNVIDIA。NVIDIA ですね。AMD ですか NVIDIA です。NVIDIA です。NVIDIA。そうです。GForce ですね。GForce。はい。3093あ、3090 3090ですか仕事で使ってるのは20ですね。20なんとかですね。多分2000なんとかっていうんですかね。なんか30なんとかがライトウェーブが動かなくなるみたいな。フラッシュするみたいな。2019だそう。あらそう。なんかそれの解決方法があるらしくて、なんかそれで解決はしたんですけど、それまでずっと20にしてなきゃっていうのがずっと続いてたんで、それで20です。なんで動かないんですかね何かグラフィックカードの何かがその30系と合わなかったみたいで、ライトウェブの2020だと問題ないんですけど、2019でその問題が出るっていうのは聞きましたね。まあ、モロは全然平気です。そうなんです。モロはそれないですね。モロはもうバッチリ。僕は3090、3090、3090。どっちでも大丈夫。大丈夫。ちょっと。ちょっと飲まないと。でも僕はアップグレードした前は2080Ti だったんですね。それは2つが入ってたんだけど、でもほぼのソフトウェアはそれ2つは使えなかったんですよね。だから3090はアップグレードしてて、もうすごい早いんです。早そうですね。僕は結構 RealFlow も使ってるんですよ。
あ両あ、方はいはいがはい。使ってて、その水の液体の、うん。あんまりそういう仕事は好きじゃないんだけど、でもなんで。たまにあるんですよね。で、それあのめっちゃ速くなったんですよね。うん、ああ、やっぱり違うんですね。うん早そう。うん。そう、だからアップグレードしてください。お金があるとき。はい。はい。ね。次の質問が、アニメが好きですか、それとも、実写映画が好きですか、どっちがそれがほぼ見えるんですかね。アニメですね。アニメですか。僕はアニメですね。はい。それで次の質問に入っちゃうから、子供の時、どんなアニメが一番好きだったんですか。子供の時好きだったアニメですか。僕は先に言いますね。はい。ヤマト。ああ、宇宙戦艦ヤマト。英語の方がちょっと違う名前になったんだけど、それは大好きだった。毎日は4時半に、もう学校からもう自転車乗ってて、学校に家に戻って4時半に、最初は西遊記で4時だったんです。それはモンキーマジック、あれ大好きだったんだ。で、その次はヤマトだったんです。もうそれでもそれ全部英語で、それ日本語ずっとそれを見てて、アメリカかどっかが作ったと思ってたんですよ。日本で作ってると思わなかったんですよね。頭に入ってなかった。全部英語だったんですよね。でも西遊記とモンキーマジックと、ヤマトは大好きだったんです。ああ、そうなんですね。で、僕は日本で住んだ時に、ちょっと別の話なんだけど、日本で住んだ時に、モンキーマジック、西遊記の俳優さん、一番出てる、なんだっけ、名前忘れちゃった。まあ、会いました。はい。僕はそういう業界に入ってたから、彼に一応会いました。そういう僕の話だった。澤田さんはどんなアニメだったんですか。僕はそうですね。ちっちゃい頃は結構いわゆるテレビアニメっていうか、キャプテン翼とか、魔法陣ぐるぐるとか、あと、爆走兄弟レッツ&ゴーみたいな、結構夕方にやってた、本当になんか僕も小学生の時、バーッと帰って、そうですね。夕方に見てたようなアニメが結構好きでしたね。で、結構昔なんで、ビデオ、本当に四角い懐かしのビデオに、撮って、録画して、VHS ね。そうですね。VHS で撮って見てましたね。ああ、いいですね。はい。どんな、今言ってたアニメの名前は僕は分かんないんですけど、でも多分動画を見ると、そうですね、となると思うんですよ。岡川さんはセーラームーンとかそういうの？いや、私の世代だと、あれですよ、ちっちゃい頃、それこそタイムボカンシリーズとかを見てました。なるほど。何タイムボカンシリーズっていう、結構、すごい昔のそういうアニメがありまして、それはすごいよく見てましたね、ちっちゃい頃。でもやっぱりなんかアニメっていうと、本当夕方テレビの前でみたいなのがすごく、子供たちはなんかそれがやっぱり定番ですよね。そうですよね。オーストラリアでもそうですよね。でも日本に住んでた時に僕はいつも見てた、読んでたし、名探偵コナン。あれね、20巻持ってたんですよ、僕は。それで日本語を勉強した。なんかでも、ああいうので勉強するとなんか物騒な言葉ばっかり覚えそうな気がするんですけど、そんなことないのかな。犯人はお前だ。それは、あれは大好きだったね、名探偵。あれは面白いですね。面白いですよね。面白い。今でもずっと流行ってますね。今でも流行ってる、すごいですよ。
そうです。すごいすごいですよね。長い、本当に。本当に売り上げをずっと、もうすごい売れてる作品。おー、そうですね。じゃあ、この質問でいろんな、澤田さんのことが分かってきたと思います。でも、最初は、澤田さんの、作品、どんな仕事をちょっと見たいと思います。ちょっとスクリーンシェアをお願いします。その前、はい、今日のビール。はい、そのビールは今日のはどこのですか？これはね、クイーンズランドの北の方なんですよね。グレートノースン。だから、ノースの方、北の方なんですね。これ、魚のマーリン。結構美味しいですね。これ知ってますか？こういうの。これって。これ、冷たく長く持ち。でもこれはクロコダイルなんですよ。あ、本当だ。かっこいい。一応、すごい。ノースウィミングが書いてある。めっちゃかっこいい、それ。こういうのをいつも録音するときに、その地域のスーベニアでお土産で買うんですよね、こういうのは。ああ、いいですね。すごく。今日はクロコダイルで。館長。澤田さん、だからコーヒーですね。僕はあれです。コーヒーっていうか、あれです。お茶です。お茶ですね。お茶でいいですね。はい、体がいいです。で、岡川さんは私は今日はソーダです。普通にお水。ソーダです。はい。わかりました。はい。じゃあ、澤田さん、その作品の紹介をお願いします。はい。仕事だから、スクリーンシェアお願いします。スクリーンシェアですね。はい。見えますでしょうか？見えますよ。はい。はい。ちょっと最近の作品ではないんですが、一応これ僕が、メインのキャラクターのモデリングしてまして、これって見えるんですかね？これで見えますか？見えますよ。はい。これで全部 2D ですか？それとも 3D ですよね、これ。これ 3D ですね。すごい。これすごいですよね、本当に。これ音楽がついてるんですか？はい、音楽ついてます。そっか、これって今音楽が聞こえてないんですね。もうちょっと大きく。出た。来た、怪獣だ。これで会社で作ったんですか？そうです。これ会社で作ったやつです。これ、あれです。音楽流しながら、声がちょっと聞き取りづらいです。そうですね。ちょっと聞けないんですね。あまり音楽が。すごい。で、このキャラクターは澤田さんが？そうですね。キャラクターはモデリングしましたね。他は、いいですね。ヤマトワークス。はい。一応これもなんかブレイクダウンみたいなのあったりするので、なんかもし機会があったら見てください。こういう感じです。一応 3D なんです。音消した方がいいですね。ちょっと僕声が聞こえなくなっちゃいますね。これ音楽の関連と。はい。本当だ、3D、全部 3D ですよね。全部 3D なんです。レンダリングはどうなったんですか？レンダリングはライトウェブですね。アニメーションとレンダリングはライトウェブです。ライトウェブは特別な NPR ですか？特別、それ、ライトウェブの中の NPR ですか？あれですね。コンポジットで、こういう絵作りをしてまして、それね。
こういう、こういう絵作りなんですけど、いわゆるこういろんな素材、まあ、ディフューズとか、カラー、まあライトウェーブだとロー RGB っていう色の素材だとか、あと、いわゆるテクスチャーのいろいろこう影のテクスチャーとかを描いて、それを最終的にコンポジットしてこういう絵作りしてますね。すごいですね。ライトウェーブからは本当に素材を出してるだけですね。はい、で、コンポジットは、After Effects ですか？ After Effects です。で、その線はどうなんで、ラインどうなるんですか？ラインは、ライトウェーブからも出しているんですけれど、コンポジットで出している線もあります。はい、すごい綺麗にできてるんですよね。なかなか難しいですよね、そういう。そうですね。シェーディングは。難しいですね。結構、コンポジットで、まあ、結構いろいろやってますね、本当に。本当に単純にっていうよりは結構、カットでいろいろ調整しているような感じですね。最終的にはもうこれパスを切って調整するんですけど。そうですね。それモロのツーンシェーダーは、まあ、なかなかいいんなんですけど、やっぱり、そういうP ソフトは見てるかな？ P ソフトさん見てます。P ソフトは見てるんだったら、ペンシルが欲しいんです。はい、心待ちにしております。はい。もう、お願いしますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ペンシルはね、昔はなんかあったんですよね。なんか見てた、P ソフトの、そうですね。ウェブサイトで、モロに使えるペンシルがあったんです。でもそれは何年前？そうですね、ベータ版みたいな感じでは以前ありましたね。そうですね。またちょっとお願いします。ちょっとメールを送ろうかな。これでカマ目線よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ誰ですか？これがさっきのモデルですね。これさっきのモデルですね。こういうようなキャラクターで作ってますね。一応ポリゴン数はどのぐらいですかね？ポリゴン数は、これは多分67000とかですね。そんなにハイポリじゃないけど、そんなにハイポリじゃないですね。でも結構そういう表情も出てくるんですよね。なんかいろんな人が、どんながポリゴン数は、なんかそのループとかなんか全部作るときにもうありすぎて、それ必要ないんですよね。いっぱいのポリゴンとも。そうですね。結構ポリゴン数が多いと制御も大変になってくるので。そうなんですよ。僕はいつもたまに別の人はモデルを頼んで、僕が忙しい時にモデルを頼んで受け取ったらもうすごいポリゴン数なんですよ。もう半分ぐらい半日ぐらいはそのループを消す作業をしないといけないんですよね。モデラーがやっぱりポリゴンが欲しいからいろんな表情ができるんで、そんなに必要ないですよね。そうですね。そんなに必要ないです。まあ、これでも、そうですね。最近だとちょっと多いって言われるかもしれないですね。でもこのぐらいかな。もしかして、もうちょっとこれ結構5、6年前ぐらいのやつなんですけど、最近はもうちょっと減らしたりしてますね。そうなんですか。減らしてるか、まあ、このぐらいかぐらいの感じですね。はい。で、キャラクターをモデリングするときに、目はいつも開いてるんですか？それとも最初は目を閉じてるんですか？それをモデリングするときに。開いてます。開いてます。リギリングするときに、僕は閉じてるの方が僕が好き。そうですよね。好きですか？好き。結構海外のモデルを見ると、皆さんこう閉じてるじゃないですか。はい。あれっていうリギリングの前で。
リギングの前ですね。うん、あれっていうのはやっぱここが伸びちゃうからみたいな話なんですか？うん、そうですね。閉じてるの方が、リギングはしやすいっていう感じだと思うんですよね。っていうことですよね。うん、へえ、そんな違いあるんですね。うん知らなかった。そうなんですよ。なんか海外のモデルを見ると全部閉じてるなっていうのがあったので、へえ、ああ、そうなんだ。全然知いやらなかった。必ず誰が頼んだら、キャラクターモデル頼んだら、目が開いてる人が、まあ、いますけど、でもそれはポージングをやってるんですよね。ポージングだけで目が開いてるんだけど、でも僕はいつも後でちょっと目を閉じてくださいとかなんか目を閉じて、で、また来て。うん。はい。ほう。澤田さん、この顔とかを作はい。られるときって、えはい。っと、どこ、どういう形から作られるものなんですか？顔を作るときは、仕事だと、うん。もう、出来合いというか、素うんうん体を、うんうんうん僕らみたいなモデラーさん、キャラクター特に作ってる人だと、素体を持ってるので、うんうんうんそこからこう、派生させるというか、うっていうこん。とが多いんですけれど、何にもなかったら、本当にボックスとかから作りますね。ああ、もうボックスあ、が一ボックスから。番最初で、そこからやっていく感じですか？顔とか作るんだったら、本当にこう、ボックスを、そうですね、もう半分に割ってみたいな、こういう本当にシンプルなところから始めてきました。うん。へえ。案あ、や外、っぱそうなんだ。本当に何にもうんうん。シンプル、何全くにもな何もない。かったらこういう感じですけど、も早い。しかしたら、そうですね、早い。大丈夫ですか？こ全れ、然大丈大丈夫ですか？はい。夫。うん。これ、まあ、そうですね。もしかしたら何もなかったらそうですけど、そうですね。まあ、あとはここからこう、例えばこういうちょっとしたボックスを作って、うんうん。今ちょっとマウスしかないんであれですけど、一回例えばこう、モドとかだとスカルプトもついてるので、一うん。回こああ、スカルプトツールとか使うんですね。スカルプトでマルチレゾリューションがこの辺。うんうん。あ、マルチレゾリューションは使うんですか？マルチレゾリューション、一回その作ってからリトポロジーする。レイトポロジャイズ。そうですね。なるほどね。なるほど。こう作っていく感じですかね。ですかね。あんまり確かにゼロから作ることはないんですけど、もしゼロから作れって言われたら、うこういう感じで作ったりとか、まず最初にやっぱりバランスを整えるっていうのが一番最初だったりするんで、あんまこうやってやることはないんですけど、本当にこう。それ会社がコンセプトアーティストはあるんですか？それで、そのコンセプトから作るコンセプトはないですね。あ、そうですか。コンセプトっていうのはあれですか？デザインとかキャラクターデザインが。キャラクターデザインはありますね。うん。はい。キャラクターデザインはもちろんあった上で進めるので、それで、そのキャラクターデザインは、デザイナーが、はい、正面と、真横の、もらえるんですか？それとも、ただ、はい、このポーズで、これでモデルを作ってくださいとか、なんか、あるんですかね？結構、三面図、いわゆるこう、三面でこうやってやるのは、うちの会社ないことが多いですね。あ、そうですか。大体こう、ないですか？はい、デザイナーさんがこう、わーっと書いてきたやつを、あれです、アニメの、キャラクターの設定があって見たことありますか？結構立ち絵でこう切り返しみたいな感じであるんですけど、ああいう感じの絵とか表情集みたいな6個ぐらい、6個か7個ぐらいかなってあるやつが、普通に作画さんと同じように来て、そこからモデリングするって感じですね。
すごいですね。それはキャラクターモデラーの特徴ですよね。それは難しいですよね、一般の人は。そうかもしれないですね。僕も結構最初慣れるまで難しかったんで。難しい。僕はその表面と真横の、絵があればいいですね、僕は。そうですね。でもそれモデリング専門じゃないから、でも、やっぱりそういうコンセプトアートから、このキャラクター作ってくださいっていうのはすごいですよね。さすが。結構いいですね。やっぱやっぱ平面的なこういうのがあると、結構デザイナーさん的にもどうしても綺麗に描かなきゃいけないんで、なんか柔らかさっていうか、キャラクターらしさみたいなのを出すんだったら、やっぱある程度自由に描いてもらって、斜めの絵とかいろんな表情とかがあった方が、やっぱ最終的にこうなるんだっていうので、じゃあアニメーターがこう動かすから、じゃあモデリングはこうしようみたいな形で考える感じですね。それでこういうモデルに落とし込んでるって感じですね。じゃあそのデザイン画から実際のモデルのところに落とすっていうのはもう本当にモデラーのなんて言うんでしょうね。モデラーの方にかかってるんですね、結構。そうですね。ある程度、やっぱ人によって結構出来上がるものが違うっていうことは、やっぱそこはモデラーの個性みたいなものが、もしかしたら若干入ってるのかなと思いますね。基本的にはデザイナーのその作りたい絵っていうのを、僕の方で解釈して、こういうのがやりたいんだろうなっていうので、基本それに忠実に僕はやるようにしてるんですけど、あんまり自分を出さないっていうか、なるべくそのデザイナーさんそのものが出るようにはモデリングしてるんですけれど。なるほど。いいですね。ですね。で、やっぱそのどう動かすかによって結構変わったりするので、例えばこのキャラクターの場合はこういう眼球型なんですけど、他のキャラクターとかだと結構、なんつったらいいんですかね、平面的な、よく大きい面とかだと、こういう眼球にならないので、テクスチャーで眼球のこの黒目だけ動かすみたいな、こういう感じのであれば、なんか日本のフィギュアみたいな顔の造形にしといて、テクスチャーで動かすみたいなのを考えた。で、これ全部パーツで分けてるんですよね。そう。全部合わせない、たまにパーツ作ってる時にパーツで分けて、でもリギングの前に全部ワンモデルとかなんかすることに多いんですけど、それはもうこれで全部パーツって分けてるんですか？頭、腕とか全部。いや、パーツ分けはほとんどしないですね。頭と体ぐらいですね。頭は分けてるんだ。あと、メガネとかこういうのがあれば。かっこいい。こういう感じで分けるんだけど、他は結構案外、その塊でやってしまって、っていうことが多いですね。モデリングするときは実際例えばこういうのを分けるときはこう分けてモデリングしたりするんですけど、そうですね。こうやって結構僕このものの機能だとこのソフトドラッグが大好きなんで。いいですね。これが大好き。例えばここら辺だけ調整したいに、ちょっとマスキング的にペット選択して、これでこうやってソフトドラッグは僕は使ったことないな。いいですね。僕はスコープトの方が結構使ってるんですけど、ソフトドラッグっていうのは使ってないんですね。
なるほどです。勉強になります。いい。面白い。スカルプも結構、たまに最近使いますね。マルチレゾリューション切った状態で、例えばモーフィングを作りたい時とかに。モーフもう作ってるんですか？モーフはこれ今入ってますね。これモーフどれくらい入ってるんですか？モーフでもこの当時そんなに入ってなかったんで、これってどっかに出るんでしたっけ？数。何個っていうのは出ないですね。出ないですね。あれ、その新しい機能が出るんじゃないですか？岡川さん。今日はYouTube チャンネルで載せたんじゃないですか？そのなんか。スタティックアナリシスか。スタティックアナリシスで出るかな？出るのかな？出るのかな？あれはまだそんなに使ってないんですけれど。僕も使ってないんで、今日は。この辺でしたっけ？なんかやってたね。そう。僕もそのビデオを見ました。岡川さんのビデオ。こんなビデオですよね。これだ。ビデオしたよ。すごい。覚えてた。これですね。ありがとうございます。なんか使ってくれると嬉しいです。そう。ただこれ僕何ですか？出た時15.1 が出た時にこれこんなのあるんだと思ってやったんですけど、いまいち使い方が分からなくて、まだちょうど今日大川さんのビデオが見たのをちょろっと見て、後で触ろうと思いながらここで出れるのかな？ただこれ最初に出てる項目には多分ウェイトマップとかモーフマップの数とかは出ないと思うんですよね。なるほど。もしかしたらこの今の段階ではこれ多分自分でカスタムで登録することってできないと思うんですけど、そのうちこの項目って増えるんじゃないかなと思うので、なんか次のバージョンとかそこら辺とかで項目としてはできるような気がします。確定じゃないけど。なんか僕の思い出、前にみんなモードの人と話したときに、コマンドリージョンズも出るらしい。でも今は出ないんですよね。コマンドリージョンズの名前とかは、なんかそういう話があった気がする。多分これなんか今とりあえず 15.1 で初めてついたけれども、こっから先でどんどん項目は増えていく気がするので、どんどんこれがなんか便利に使えるツールになっていくんじゃないかなって気はしますね。そうですね。まあ皆さんそれを見てくださいって感じですね。これまさにこんなツールを社内で作ろうかみたいな話をしてたんで、ナイスタイミングと思ってやってみたんですけど、あれなんか項目が新しい、これカスタム結構前提なのかなと思ったんで、こういう項目を検出したいみたいなとか、そうですね。なんか例えばなんだろう、設定ファイルみたいなのを自分で作っておいて、それを読み込んだらできるとか、なんかそういうのがあると、それだけでも全然もっとすごい使い勝手が増えるだろうなって気がするんですよね。そうですね。なんか例えば僕とかだと面がライトウェーブって五角形以上あると、これがあるとサブディビジョンとかかけられないとかエラーが出るっていうあれがあるんで、それをこう例えば最後にポチってやったらこう解析してくれるみたいなのが欲しいなと思ってたんで、いいなと思ったんですけど、これどうやって触るんだろうっていうところで今思ってますね。まあそれがあったらいいですね。それはちょっと書いておきますからね。でもフィーチャーリクエストとかで出そうしたいですね。出さないといけないですね。そうですね。これでも本当なんか潜在的にいいツールだと思うんで、これからもっと育てられる気はします。ですよね。全部ばっかりですよね、今は。それでこのキャラクターは何日間で作れるんですか？これ大体どのぐらいかかりますか？1ヶ月ちょいぐらいだったと思いますね。それで修正とかなんか入ってるんですね。もちろん。修正もやった上でそのぐらい、ここ合計した結構他の仕事もやりながらだったんで、ちょっと完璧なところは覚えてないですけど、
まあ多分そのぐらいだったと思います。はい。すごいですね。そうですね。ありがとうございました。はい。じゃあ、じゃあ次、大川さんがなんか 15.1 の、新しい点かなんかありますかね。ですね、15.1に関しては、まあ、ほぼほぼもうビデオ出しちゃってるのでいいかなという気もするんですが、じゃあちょっと共有しますね。はい。はい。スクリーンシェアお願いします。はい。なんか、久子さんなんかコメントを書きました。見ましたって書いてあるんですよ。ビデオかな。多分ありがとうございます。岡のビデオを見ましたって。なんか質問がありましたら絶対なんか書いといて言ってますから。はい。ですね、まあ、15.1、こういろんな機能が、まあ、出てまして、ビデオの方もいっぱいこう出してはいるんですが、ですね、よくサポートとかに今来てるのが、これですね、15.1でスペースバーと Q のキーが変わったでしょ。で、あれすごく、あれどうですか？あれ皆さんそのまま使えます？これで、いいよ、澤さんどうぞ。そのまま使ってますね。はい。そのまま使ってます。はい、僕そのまま。はい。なんかね、あれは大騒ぎっていうより、なんかいろんな意見が出ましたね。モロ側って、僕のブルーアクワックの時とかでも。そうですよね、あれね。で、やっぱりサポートとかでも、とにかく元に戻したいっていう人が多くて、で、正直私も、ちょっとダメで元に戻したい派だったんで。そうなんです。私、やっぱり、なんて言うんでしょうね。ライトウェブが長かったせいか、こう、スペースバーをやたら、こう、多用する。そう、なんだろう。頂点モードとエッジモードとポリゴンモード切り替えるのも全部スペースみたいな。ツール解除するのも全部スペースみたいなタイプだったので、あれ取られちゃうとすごく困ってですね。で、まあ困る方も結構多かったので、FAQ でこれやったら、すぐに元に戻せますよっていうのを出してます。なので、元に戻すことはできるんですよ。でも僕は、Q をエスケープもできるんですよね。エスケープバトン。できます。僕は Q はエスケープバトンの機能にしたんですよ。だから Q は1回押すと、トゥールドロップ。で、また押すとダブ Q にすると全部deselect スペースバーと同じですよね。僕はもう慣れてるんですよね。Q はこの指で。やることになってるんですよね。なるほど、なるほど。でもなんかスペースバーが結構時間かかりましたね。そうなんですよね。なんかもう手に馴染んじゃってるものだったので、いきなりこうわってこう変えられると、あらまあっていう感じがちょっとございましてですね。まあ、そういう方はこれ見てコマンド、まあ、こういうコマンドで切り替えられますので。こういうコマンドでぜひ切り替えてくださいっていうのがあります。それ何コマンドモロに戻ってください。モロの画面。その下にコマンドでやるんですね。そうです。ここのコマンドのところでですね、入れてくれたら大丈夫です。それはみんな結構やる人が多いと思いますね。そうですね。これ結構問い合わせ多かったですね。それじゃあポップアップはどうなんですかね。そのスペースバーはそのポップアップ、ツールのポップアップウィンドウが出るんじゃないですか、その 15.1 に。で、スペースバーはその元に戻すと、そのポップアップはどうなるんですか？ポップオーバー。ポップオーバーは今これが、スペースバーで出る状態ですよね。でこれをこうしたら、今これがこう切り替わるような状態なんですけど、元に戻ったんですよね。元に戻った状態で、でこれで例えばこれでですね Q のキーを押すと逆にミニポップオーバーが出ます。 Q アルファベットの Q のキー、入れ替えになるんです。入れ替えになったんだ。
なるほど。じゃあ9バトンで押せばいいですね。そうです。そうなんです。こういう形で入れ替えになるので、ミニポップオーバーが出ないっていうわけではないんですね。ミニポップオーバー出したい人はアルファベットの9のキーを押してくださいねっていう形になります。よかったですね。はい。でですね、ちょっと今度はですね、もう一個、小ネタみたいな感じなんですけど、モドでですね、割とあまりご存じない方が多かったので、もしかしたら皆さんご存じないのかなっていうのがあってですね、ご紹介したいのがあります。はい。その前にちょっと質問がありますよ。澤田さんに英語の質問があります。英語の、はい。Hi from the USA. Nice work. Can you post the link to that anime? っていうのは、先には見せてくれたアニメのリンクが送ってくださいって。リンクがリンク。あ、リンク、はい。リンクですね。はい。リンクは、あれこれどうやってやるのそれで、できますかそのチャットでちょっと、入れてくれるYouTube のチャットとかで出せますかね。チャット、これですかね。これですかそれは澤田さんがやるときに、これは、ズームのチャットでやってる。はい。じゃあ、ちょっと。いいですよ。大丈夫ですかこれで、大丈夫ですよね。これみんな見てもいいんですよね、このリンク。はい、見ても大丈夫です。普通に公開されているやつです、ね。YouTube ですからね。はい。じゃあ僕はチャットで、ジョンにその質問がありました。ありがとう、ジョン。じゃあ、すいません。岡川さん、続けてください。はい。ですね、モドをですね、インストールした時のフォルダーが、あります。日本語版の場合、プログラムファイルスのファウンダリーのフォルダーの、バージョンによって日本語版の場合 15.1V1J とかっていうフォルダーになってます。で、これがインストールのフォルダーになるんですけど、この中にですね、エクストラフォルダーっていうのがありまして、その下にスクリプトというフォルダーがあります。で、この中って、実はいっぱいってほどでもないですけど、スクリプトが用意されてます。で、この中のスクリプトって全てがメニューに出てるわけじゃないんですね。で、結構いろいろ使える、スクリプトとかあるんですけど、ほぼほぼ使われてない方も多いと思うんで、いくつかですね、ちょっと便利なスクリプトとかもあるので、ちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、いいですね。例えばですね、モドだとそのインクリメンタル保存、ナンバリングして保存していくような機能ってあんまりないと思われてると思うんですけど、インクリメンタル保存ができる機能っていうのがこのスクリプトの中で実は用意されてます。これがですね、ここが inksave.pl っていうスクリプトがあるんですけど、これがインクリメント保存する、パールスクリプトになってます。なので、例えば、もともとこれが、じゃあ例えばテストっていう名前だったとすると、コマンドのところでこの、パールスクリプトを呼び出してもらうと、0001っていう名前でインクリメント保存されます。なので、上書きの保存じゃなくて、インクリメント保存でちょっと履歴をどうしても残したいっていう方は、キーボードショートカットに割り当てていただいて、スクリプト使ってもらうと、こういうの便利に使えると思います。いいですね。はい。そういうのを知りたいですね、みんな。だと思います。いろんな。そうですね。あんまりですね、これ、ドキュメント化もされてないと思うので、ほぼほぼ知らない人は全く知らないと思います。で、それ他にちょっとファイルメニューに行ってください。ファイルメニュー。ファイルメニュー。はい。僕はそれ連番付き保存で僕はいつも。そうか、連番付き保存でやれるのか。
うん、それこれだとでいつも大丈やってる。夫なのか。うん。ああ、そうですね。そっかそっか。それでいけたか。失礼しました。いや、でも、そうん。のコマンドで、はすごいいいと思います。あとね、一個ね、これもあるのかな、実は。私ちょっとわかんないんですけど、ビューレンダーっていうのがうん。あります。うんうん。まあ、これ今パースビューですよね。これパースビューで、まあ、こうん。っちがカメラビュー。カメラビューはこんな感じなんですけど、このうん。パースビューで、ビューレンダー実行してもらうと、あ、これはこのいいわ。パースがそのまうん。まレンダリングできます。うん。で、うん。大体レンダリング普通しようとするとカメラビューになるんですけでど、もう本すよね。当にそうですね。今選択しているアクティブなビュー、例えばこれパースでも上面ビューでもいいんですけど、これで、ビューレンダーかけてもらうと、そのレンあ、こダリングがれはいい。これはすごい、これはモデリングはすごい便利じゃないですか、澤田さん。そうですね。すごい便利ですね、これは。おー。そうですね。まあ、こういうものもあるので、これすごく便利じゃないかなと思います。うん。なんかね、こういううん。ちょっとした小ネタのスクリプトが、このスクリプトフォルダの中入ってます。で、へえ。これ、まあ、これパール、うん、うん、ごめんなさい。これ、全部、普通に戻り、なんていうの、立ち上がれないんですか？それとも、これを見て、うん、何が見ればいいの？試しにするんだったら、その PL のファイルを見ればいいんですか？なんかやそうりたいんだったら。ですね。そうですね。まあ、本当にパールスクリプトで簡単なものなので、まあ、例えば、ちょっと待ってくださいね。まあ、中身見るしか正直あまりやりようがなかったりするんですけど、うん。パールスクリプトを開いてみると、まあ、ものすごいまあ、簡うん。単なうん。形で書いてある。これ、例えば escapeall.pl っていうパールスクリプトで、モードって頂点モード、エッジモード、ポリゴンモードでそれぞれ選択の状態を保存しておけると思うんですけど、それを一気に全部解除するっていうパールうースクリプトなんですん。ね。うん。なので、実際これを使う使わないは別としても、なんかスクリプト組みたいときに、どんなコマンド使ってるんだろうとかっていうのも全部これで見れるので、ああ、なるほど。自分が例えば Python で何か作りたいと思ったときに、コマンドを見るのにこういうのをこう参照してもらえると、すごく便利に使えるんじゃないかなとも思います。ああ、いいですね。うん。いいですね。澤田さんははい。こういうペアロスクリプトがお分かりですか？パールスクリプトは書けないんですけど、Python は少しだけ書けまうーす。はい。ん。僕は全く分かりません。コマコマンドだけぐらいが使ってますけど、はい。こういう見ると、なんかそういう、なんかメイトリックスみたいになんか見えるとか、なんかそういうう人が、ん。そういう人じゃないですよ、僕は。僕はこれを見ると頭痛くなるだけ。そうですね。でもすまあごいなんか、便利です。すごい便うん。利。うん。まあ、こういうのがですね、結構ポコポコ置いてあったりするので、まあ、うん。ちょっと、試しに触ってみたいなっていう人は触ってみてみるといいかなと思います。特いいにですね。このビューレンダーですね。ビューレンダーのパールスクリプトはとても便利で使えると思うので。それは使はい。います。ビューレンダーは使います。ですよね。うん。なんでこれそれは絶対。表に出てないんだろうって思ったんだけど、ね結構絶対そう。結構いいと思います。はい。あ、なんかぜひ使ってみてください。いろんな、ちょっと気になるんですけど、テレインは気になるね。あれ、テレインは何だろう。まあいいけど、後で見てみます。はい。多分ね、ここら辺とか、テートラとか、テトラ。うん。これなんか、正四面体じゃないな。正三角形かな。なんかの、プリミティブが、プリミティブがプリミテできるィブ作るやつんだよね。ですね。うん。はい。っていうのが、こう、いわかりました。ろいろあるので、ちょっと試してみてください。これはすごいいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございはい。ます。それは、はい。うん、すごいいいですね。じゃあ僕じゃあ、はちょっと共有切ります。紹介が、うん、はい。僕のスクリーンシェアをすればいいんですね。これ、これじゃない。うんうん。これ。うんうん。えーっと、これは、この人がご存知でしょうか？ああ、あーエチリアさん。あ、え
あ、イタリアのエテリアさんそう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 。か誰かですよね。プラグイン。そう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 。それ、僕の今日のお母さんはすごい教えてくれた便利な、これはあまり知らない人がいると思うんですけど、それ自分のものでいつも使ってるキットとか、方法がちょっと紹介したいと思ったんですよ。で、僕はこの人の、リソースに行ってフリーモデルキットがいっぱいあるんですよ。で、僕は使ってるのはQuick Locators なんですよ。Quick Locators は超便利なんですよ。いいですね。いいです、いいです。これね、キットの中でこれなんですよね。Quick Locators。で、これを例えば普通のロケーターが欲しいんだったらこれをクリックするとここに出てくるんですね。で、これこの×のロケーターじゃなく、その円のロケーターが欲しいとか。で、これ、もうちょっと大きくにすると。で、色をつけるとか。まあ、超便利なんですよ。で、これは円じゃなく、これが欲しいとか。をちょっと。で、Z スペースとか Y スペースとか X スペースとかにすると、これはこの人が作ったんですね。ここ。相変わらず便利ですね。超便利ですよ。超便利。で、これは全部フリーなんですよ。でも、素晴らしい。文句なんか、だったらこう、ドネートして。ドネートしてください。でも、この人は、なぜ、クリストブル・ヴィラ名前かなクリストブル・ヴィラこれね、作品はすごいいいですよ。これは大好きなんですよ。わびさびの作品です。で、これ、見たことありますか？はい、あります。ないですか？これちょっとプレイすると、このクリストブル・ヴィラ、短編映画、わびさび。で、これ、全部モードを作ってるんですよね。そうなんですね。ちょっと、これとか、すごい綺麗、すごい、世界観はすごい、これは、このショットが大好きなんですよね。これ、すごい綺麗ですね。すごい綺麗ですよね。で、モードで使ってるんですよ。モードなんですね。この温泉入りたいんですね。僕はあんまり温泉は入らないんだけど、この温泉は入りたい。この温泉は入りたい。この温泉は入りたい。この温泉で卓球やりたいんですね。いやー、卓球ですね。温泉卓球ですね。そう、廊下で。でもすごいなんか、この影とか、すごい障子作りとかこういうのはすごい綺麗なんですよ。これは好きで、このカットは好きです。ああ、いいですね。この音楽は聞こえますか？聞こえない？音楽聞こえてないです。聞こえてない？太鼓の音楽は聞こえてる。すごい世界雰囲気が出てますね。これは京都の方もあるんですよね。これ通りのトンネルみたいに。ああ、そうですね。で、これをビハインドシーンズがあって、これで全部モロが見えますね。これとか。素晴らしい。これは面白いです。これ富士山の Google Earth から撮ったんじゃないですか。これプロシージャルですね。そう、プロシージャルみたいですね。やっぱり自分のキットもいっぱいありますね。
でもこういう素晴らしい作品をモロを使ってるってすごいいいと思いますね。いいですね。日本は大好きらしいですね、この人。何回も行ったことあるみたいですね。そうなんですね。これが面白かった。これは眉毛？はい、まつげを作るときにカーブで使って、で自分のキットを使って増やしてるってことですね。すごくない？すごい。これすごい。すごい。これすごい。すごいやん、これ。で、それジッターを使って、おー。すごくいいですよね。すごいいいですよね、こういうのは。いろんなレンダリングして。これもやっぱり最初目が閉じてるのかな。ですよね。絶対そうです。なんかそんな感じがしますね。これちょっと閉じてるじゃないですか。これ閉じてますね。閉じてますね。やっぱその方がやりやすいと思いますけど。澤田さんは違うと思いますけど。澤田さんはこれはやりにくいなと思ってるんじゃないですか。いや、雰囲気を作る上では開けた方がいい。多分リギング的には閉じた方がいいと思いますね。これは面白いですね。これが多分ね、これはライティングでやってるんですよね。これで、ウェイトマップを使って、ここの、僕のマウスを見えますか？はい、見えます。これでライトじゃないですか。ここのライト当たってるんじゃない。これでライトが使ってるんじゃない？このウェイトマップで。ちょっと待って、これ。これ自分の何？キット？ウェイトのツール。ウェイトのはすごいですよ。これ、ウェイトのはすごいですね。僕もよく使ってます。毎日使ってます。で、ここにライトが、ウェイトマップで、ここでライトが出たんですよね。すごくない？こういうアイディアはすごいいいと思う。これ使えますね。発想が面白い。また見る。ほら、すごい出てる。これ、モロの大好きなところですぐ見えられるんですよね。プレビューでの確認が早いですよね。早いですね。はい。いろんな、これとかモロ、さっきの大好きなシーン。素敵。この人は素晴らしい。絶対、ぜひ見てください。はい。そうですね。彼の、リソースに行ってドネイトしてください。もうこれは毎日を使うからドネイトしないといけないんですね。もういろんな作品が I love Japan も書いてあるんですよね。大好きですね。日本は大好きなんですよ、この人。だから絶対見てください。はい、見ます。ウェブサイト。いいですね。いつも使わせていただいているので。はい。僕もこの彼のこれを使ってるんです。The Weight Tools。これがすごい。ウェイトツールすごい便利。すごい便利なんですよ。また次回もっと細かいところ説明しましょうか。使い方をしましょうか。そうですね。ぜひ紹介してください。これきっとみんななんかもっとその細かいこんな感じでっていうのを見たいと思うので。それで澤田さんなんかキットとか、なんか毎日モロの中で使ってるなんかありますかね。これモロの中に大好きなことがなんかありますかね。よく使ってる。でも先ほどのウェイトツールズはよく使ってますね。ツールは僕もよく使ってます。あとはあんまりキットみたいなものはそんなに入れてないですね。でもスコープの時にスムーズなんだったっけ？スコープティングするツールだった。普通にデフォルトのツールとかでも。デフォルトのツール。デフォルトのツールとかで言えば、そうですね。やっぱドラッグネット一番
よく使いますね。ソフトドラッグか。ソフトドラッグ使います、ね。ソフトドラッグ。機のツールはとてもよく使いますね、ソフトドラッグ。結構たまに他のツールを触ったりすることがあるんですけど、なんか、マヤとか、このソフトドラッグみたいなのがなくって、スカルプトっぽいやつはあるんですけど、これ、こう平面的にペッてやりたいときに、こう、なくって、ちょっとこう、もどかしい思いをしたりすることはありましたね。あとは、そうですね、よく使うツールだと、あと、エッジのスライドとかですね。エッジスライドね。エッジスライド。僕も使ってますよ。はい。あれはすごい便利ですね。僕、エッジスライドと、ベルティシースライドもあるんですよね。そうですね。それも結構使ってますね。あと、やっぱそのモデリング系だと、アクションセンターはよく使いますね。アクションセンターですね。アクションセンター。本当に基本、ものの基本中の基本みたいなところをひたすら言ってる感じはするんですけど。はい。いいですね。そうですね。なんか先週とか先々週の吉海さんとか、水上さんがすごい、プロシージャルで、なんかめちゃめちゃすごい、はい組んでてっていうのがもうすごすぎて、僕はそんな、なんか、すごいことはないんです。そんな気にしなくていいのに、全然気にすることじゃない。僕はもう本当に基本に忠実というか、はい。僕は沢田さんと似てますね、僕は。本当ですか？僕は、キューブからモデリング。そうですね。そのプロシージョーはね、使ってるのは使ってるんですけど、でもやっぱり、どっちかというと、自分でいじりたいですね。そうですね。一応プロシージョーはすごいですよ。そうです。使うことは使うんですけど、例えば複製するとか、背景作るときに複製するとかっていうのは結構使ったりしますね。そうですね。そうですね。結構使うのは、あとなんだろうな。プロシージャルで言うと、そうですね。フォールオフ系とかたまに使ったりしますね。フォールオフ。はい。ちょっとしたこう、変形、をさせといて、モデリングするみたいな。なんかこう、スタックできるんで、元を残しつつ、ちょっと変形したいときとかに、ちょっとデフォームかけつつ、あれ、フォールオフがあるんで、あれでこう、影響範囲をちゃんと設定できるんで、そういうのは結構使ってますね。いいですね。はい。いいですね。澤田さんの実際に今日見せてくれた作業をどうやってするのは作業はすごい面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。もう1時間10分経ちました。早いですね。早いですね。で、なんか、聞こえてますって、なんか音楽が聞こえるみたいなコメントがありました。ジョンがどうもって言われました。どうも。どうもはモロの逆ですね。そうです、そうです。どうも。そうです。どうも。いいですね。Fantastic Pilot はいいですね。素晴らしい。吉海さん、超ハイレベルですね。はい、そうですね。今日は参加できなかったんですけど、次回また出てくると思います。じゃあ今日は大川さんなんかありますか？なんかイベントとかなんかありますか？いや、今日は大丈夫です。今日大丈夫ですか？ OK です。OK です。わかりました。じゃあ今日でおしまいしましょうか。いいですか？そうですね。今日はこれくらいにおしまいにしましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。また、火曜日か木曜日になるかどうかは分からないけどちょっとわかんないけど。またTwitter で、載せますので告知していきましょう。はい。佐藤さんは、ウィリアム・ウォンさんの8コレクションのノンコードポリゴンを見つけて
色を分けて保持し2が入ってますよ。ウィリアムはすごい優しい人です。すごいやってる人。そうですね。人を出してて。本当に。本当にいい人。はい。じゃあ、ありがとうございました。また次回お願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。